皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、お隣の国の輸出産業が大打撃を受けているというニュースを取り上げていきます。お隣の国の経済というのは財閥系企業が握っています。しかもその財閥系企業のほとんどが輸出を主な事業としています。ですから輸出産業がダメージを受けたということは、あちらの国の財閥が大打撃を受けたということにつながっていきます。そして輸出産業がダメージを受けるということは、ある問題を引き起こすことになります。今回は輸出産業がダメージを受けた、その影響としてさらに大きな問題が起ころうとしていることを取り上げていきます。それではまずはニュースをお聞きください。K 国の輸出12ヶ月連続マイナス、減少率は6ヶ月連続2桁。K 国の成長動力である輸出が12ヶ月連続で前年同月比でマイナスを記録した。産業通商資源部は1日、11月の輸出額が通関ベースで441億ドル、輸入額が407億3000万ドルとなり、前年同月比でそれぞれ 14.3% と 13.0% 減少したと明らかにした。輸出は昨年12月から12ヶ月連続で減少している。2015年1月から2016年7月まで19ヶ月連続減少して以来、最長期間の下降曲線を描いている。特に輸出額減少幅は6月の 13.8% から6ヶ月連続で2桁を記録中だ。産業通商資源部は対内外の不確実性が続く中で、主力である半導体と石油化学業種の不振が続いた上に、大型海洋プラントの引き渡し取り消し、操業日数減少などの要因が複合的に作用したのに伴ったと分析した。先月の半導体輸出は前年同月比 30.8% 減り、石油化学は 19%、石油製品は 11.9% 減少を記録した。船舶は 62.1% 急減した。ただ、対中輸出減少幅が4月以降で最も低い 12.2% を記録するなど鈍化し、これまで振るわなかったコンピューターと無線通信機器などの輸出が好調傾向に転じるなど、一部に回復の兆しも見られた。来年1から3月期には反動効果などによりプラスに転換するだろうというのが産業通商資源部の見通しだ。輸出産業がずっと不振だった2019年、その影響というものは企業の業績に反映し、その業績からさらに法人税の減収へとつながっていきます。企業の法人税半分、来年税収ショック来る。企業業績の悪化に起因する法人税税収の急減が現実に近づいた。経営環境の悪化にも、政府が税収確保のために法人税率を上げたが、むしろ企業の負担を上げて税収が減る結果をもたらしたという指摘が出ている。K国経済新聞が集計した営業利益の上位20社の今年1から3四半期の法人税費用は13兆219億ウォンで、前年同期に比べ12兆4000億ウォン近く減少した。減少率は 48.8% に達した。上位20社の法人税は全体の3分の1を占めている。政府は来年の予算案で法人税の税収予想を今年より 18.7% 下げた。今年の企業業績不振を考慮したものである。しかし、企業の利益は政府予想よりも急激に減少して、来年の法人税収入は半減レベルに急減するというのが業界の推定である。法人税は全体の歳入の4分の1を占める。税収欠損は避けられない。現政府になって法人税の最高税率を 22% から 25% に上げたことが逆効果ではないかという指摘が出ている。業績は悪化するのに税負担は増え、企業の投資、雇用萎縮、海外離脱を深刻化させているのだ。ホンギヨン・インチョン経営学部教授は、税収を増やすためにむやみに税率を上げることは金の卵を産むガチョウの腹を切り裂くようなものだとし、企業の税負担を軽減して企業活力を高め、利益が増えるようにしなければ税収も確保することはできないと述べた。現在、米中貿易紛争というものは続いています。そして未だ終わりを見せようとはしていません。アメリカのトランプ大統領は貿易交渉が一段落しようとしているという話はしているのですが、実際にどのような話になっているのかというのは未だに全貌が見えていません。しかもこの協議というのはあくまでも制裁関税がさらに発動するのを一時的にやめるというだけのものであって、根本的に制裁関税がゼロに戻るという話ではありません。あくまでも制裁関税の上積み部分についての中止や延期といった交渉に過ぎません。ですから、
構造的な問題として、K 国にとって良い状況というものはまだまだ先の話です。12月の貿易収支についても、おそらくは今回のようにマイナスの数値が出てくるでしょう。ですから12月分の貿易についても、おそらくは前年同期比で言うとマイナスになるでしょう。つまり、K 国の貿易というものは、2019年の間、1年中ずっと前年同月比マイナスが続くというのがほぼ確定したような状態です。しかも貿易問題というのは基本的にはタイムラグがあるものです。制裁関税をかけましたよという話から実際に物流が少しずつ滞るには時間がかかるものです。ですから、K 国の輸出が鈍ってきたというのは年後半により強く現れました。輸出減少幅が2桁に乗ってから6ヶ月連続しているのがその証拠でしょう。なお、日本向けの輸出についても額は減少しているのですが、いわゆる輸出管理の見直しが行われたことによる影響というものはほとんどないと言われています。K 国の輸出が減少している原因というのは先ほど述べたような米中貿易紛争の影響が最も大きいものです。ただし、政治的な関係が全く問題ないにもかかわらず、ヨーロッパ向けの輸出についても2桁減というのが続いている状況で、K 国の輸出する物品というものの商品価値というものが落ちているのでしょう。なお、ここで注意しなければならないのは、おそらく2019年の間ずっと減少が続いていた反動で、2020年の頭にはおそらくは持ち直しが見られるでしょう。これはあくまでも前年同月比という考え方です。また、今回もう一つ注意しなければならないのは、このように1年間ずっと輸出が減少しているにもかかわらず、未だに黒字はキープしていることです。この点にだけは注意しておきましょう。おそらく減少しているということだけに注目して、黒字であるといったことを無視するような人もいるかもしれません。これは以前の動画で私が言ったのですが、経済環境が大きく変わるには数年単位の年月が必要です。ですから、中国企業が成長して、K 国を必要としなくなるまでおそらくは3年程度はかかるだろうというふうに私は考えています。ですから今年1年、K 国の輸出がずっと減少してきたという現象についても、一時期的にはある程度持ち直し、そして数年後にはやはりそういった構造的な問題によって、K 国の輸出産業が壊滅的な状況に陥るのは免れることはできないでしょう。さて、このように輸出産業がダメージを受けたことによる影響というのは、2つ目の記事で指摘されているように、企業業績の減収、そして企業業績が落ちることによる法人税の大幅な減少です。そもそも利益が出ていないのですから、そこから法人税を多く払うということはありえないことです。しかし、ムン・ジェイン政権は現在、スーパー国家予算と呼ばれるような過去最高額の国家予算を組んでいます。そのお金でばらまき政策を実施しています。まず高齢者の人たちに向けては、福祉政策の充実を訴えています。実際に多くのお金をつぎ込んで、何十万人という人たちに短期雇用の場を与えて、お小遣いを配っていたりもします。また、軍拡にも非常に熱心で、日本とは比べ物にならないような勢いで、今国家予算を積み増しているような状況です。このような大型予算に対応するために国債を発行するわけですが、ムン・ジェイン大統領としては、この国債の発行額についてはほとんど気にしていないでしょう。なぜならば自分の代でその国債の償還というものを考えなければ、いくらでも吸ってもいいというような感覚があるのでしょう。自分の代においていくらお金を吸ったとしても、それが自分自身の負担でなければ吸ったもの勝ちです。そうやって作ったお金を国民に多くばらまくことによって自分の票を得るというのは、あくまでも国内向けの政治としては一つの手として成立しています。ですがその結果として未来には大きな負債を残すことでしょう。こういった話を聞くとなんか国債をいっぱい発行するのが悪いことだなというふうに私が言っているように思うかもしれませんが、そうではありません。問題は国債を発行すること、それ自体ではありません。例えば未来に対する投資のためにお金をしっかりと使う、そのために国債を発行するならば、それは全く問題ないと私は思っています。例えば私が国債を大幅に増発すべきだと考えるのは未来への投資です。例えば核融合炉研究にしっかりとお金をつけるであったり、再生医療のためにしっかりと予算をつけようといった時には、そのためには赤字国債をある程度出してもいいと考えています。またインフラの整備であったり、インフラの長寿命化のための工事などについては、しっかりとお金を出すべきだと考えています。ですから、国債を発行すること自体が悪いのではなく、
国債を発行して何にそのお金を使うのかというのが一番の問題なのです。ムン・ジェイン大統領の場合は、国民からの票を得るためにばらまいている、そのばらまいている先が高齢者の人たちであれば、それは未来への投資とはとても言えません。それはあくまでも選挙対策に過ぎない。だから私は批判しているのです。また、国内政治のために法人税を引き上げたというのも私は大失敗な政策だと考えています。ムン・ジェイン大統領としては、企業と対決して弱者の味方ですよというヒーロー像を作り上げています。それは岩盤支持層の人たちにとっては確かに説得力のあるものです。企業があんなに儲けているのになんであんな企業からもっとお金を取らないんだというような要望に応えて、皆さん私は大企業からより多くの税金を巻き上げることに成功しました。私は国民の味方ですというふうにして自分の岩盤支持層にその支持を訴えているのです。その結果一体何が起こったのでしょう。この記事の中でも触れられているように、企業への増税がもたらしたものは基本的には企業活力を奪うことになりました。そもそも法人税が高くなるのであれば、自分の国で設備投資にするよりも他の国で工場を建てた方が効率的なのです。例えばサムスンの場合であれば、スマートフォンの製造工場は中国の工場というものを一旦畳んだ後、サムスンは一体どこに工場を建てようと思ったかといえば、インドやベトナムです。決してサムスンのスマートフォンを自分の国で作ろうとは考えませんでした。企業から税収をより多く得ようと思って法人税を上げても、大企業は海外へとその事業をシフトするのです。日本はこういった失敗政策についてよく学ばなければなりません。例えば日本で法人税を上げると、大企業から多くのお金を取れるかというとそうではありません。なぜならば、非常に多くの税金に対する専門家を雇うことができます。彼らを駆使することによって、法人税がいくら値上げされようとも、様々な税制優遇を使ったり、もしくは海外事業というものにより多くのお金を出すことによって、日本国内における納税というものをかなり低減するでしょう。制度を完全に利用すれば、法人税そのものについては全く払わないような大企業も多く出てきます。一方で日本の場合は大企業が経済の大部分を占めているわけではありません。警国においては財閥がまさに経済を支配しているわけですが、日本においては多くの中小企業が日本経済を支えています。ですから法人税を上げた時の影響がどこに出るかといえば、日本の場合は大企業ではなく中小企業にその大きなダメージが出るのです。大企業の場合であれば、法人税をいかにして少なくするかといった様々な方策を取ることができるのですが、中小企業の場合はそのようなことをするのが非常に難しいのです。ですから日本の場合で法人税を上げてしまえば、大企業は様々な方策を取って法人税について対策を取れるが、日本経済の多くを支える中小企業がそういった法人税をいかにして下げるのかといったところに予算を割くことがそもそもできないので、より大きなダメージを受けてしまうのです。今回はお隣の国の輸出産業が大きなダメージを受け、そのために税収が大幅に減少するといったニュースをお伝えしました。これらのことから日本が多くを学び取り、日本の経済政策にもぜひともこの良い教訓を生かしてほしいものです。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それではチャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録をしていってください。動画への高評価、また SNS への拡散も大歓迎です。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。